皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年2月3日に恵比寿のリキッドルームで開催されましたさえちゃんプロデュースの番外編を球児の Day1 に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。ただ今回のお給仕は本当にものすごい凄まじい最高のお給仕だったわけなのですが、さえちゃんからネタバレ厳禁の指示があったのと、今回帰宅できずに2月17日に帰宅される方に絶対に予備知識なしでこの素晴らしいお給仕を楽しんでもらいたいという思いもあり、この動画の公開は2月17日のリキッドルーム Day2 の後にすることにしました。ネタバレしない感じで作成して事前に公開することもできたかもしれませんが、このレポートはいつも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるメイドさんたちのお給仕の記録でもあるので、不完全な形では作れないなという思いもあってそうさせていただきました。と言いつつお給仕終わりの興奮冷めやらない状態でこのレポートを作成していますので、またまた長い動画になってしまうと思いますがご容赦お願いします。はい、ということで遅くなってしまいましたが、2025年2月3日に恵比寿のリキッドルームで開催されましたさえちゃんプロデュースの番外編お給仕の Day1 についてレポートさせていただきます。リキッドルームは両公演ともソールドアウトということで、2025年も幸先いい感じで始まりました。今回のお給仕は2025年になって最初のお給仕であり、さえちゃんプロデュースの番外編お給仕ということで特別感もありますし、昨年11月26日のゼップ羽田以来約2ヶ月ぶりのお給仕になるということで、もう待ってたよという思いと、さえちゃんプロデュースということでワクワク感がすごかったです。このさえちゃんプロデュースっていうのはなかなか味わい深い響きで、基本これまでもセットリストを考えているのはさえちゃんだと思うのですが、通常時は自分の思いというよりもそのお給仕のテーマやタイミング、ご主人様お嬢様にどう見せたいか、バンドメイド全体としてどうしたいかなどが考えられていると思います。それに対して今回のプロデュースはそれらを考慮しないというわけではないでしょうけど、もう少し自由にストレートにさえちゃんの思いを入れた瀬取りということなのかなと思っていました。ただ結果としてはそんな私のなんか生ぬるい予想は見事に当然良い方向に外れました。普通にお給仕をやってくれて、それに帰宅してお給仕を見て聞けるだけで嬉しくて楽しいのに、こういった演出というか特別な体験を与えてくれる番目さんたち、本当に最高のメイドさんたちだと思います。それでお給仕の日が近づきまして、1週間前くらいに天気予報を確認するとピンポイントで雨予報です。週末に再度確認すると当日は曇りになりましたが前日が雪予報に変わりました。さえちゃんもついに天候をずらすくらいは操れるようになってきたのかなと思ってしまいました。2025年最初ということと、今回のチケットは救済いただくということもあって前日入りすることにしまして、お給仕前日の2月2日に地元大阪から東京へ移動します。朝から雨が降っています。さえちゃんの気合を感じながら早朝に移動しました。東京に着いたのが10時半くらいで、相変わらず雨なのはいいのですがめちゃくちゃ寒いです。ますますさえちゃんの気合を感じられます。昼食はカレー好きの私としては一度行きたかった国立駅前のロージナサボーという老舗カフェでザイカレーというカレーをいただきました。酸味強めでしたが美味しかったです。その後近くの国分寺駅で無事チケットを受け取って一旦ホテルに向かいます。会場の恵比寿周辺にはなかなかリーズナブルなホテルがなくて、今回は目黒にホテルを取っていましたので、山手線で目黒まで行きホテルにチェックインして荷物を置いて一度会場を視察しておくことにします。さすがに誰もいませんでしたが場所と雰囲気を確認しておきました。それでいよいよ当日となりまして、さえちゃん T シャツを着て準備万端で物販に並びに行きます。13時半くらいに現地に着いて久しぶりにお会いするお名手様と挨拶したりしながら物販開始を待ちます。物販待ってたら前回の提灯に続いて今回はサイン入り上りが9時のあたりになるとのことで、ゼップ羽田の提灯が出てきた時の西さんのお前ら散財する準備はできてるかにおーって答えるくだりが再現できました。それで開始時刻の15時より15分前に物販を開始してくれるという会場の神采配もあり、今回はスピンオフロンティとデラックスくじ10枚購入します。サイン入り上り当たれと気合を入れて慎重に選んだくじの結果は、上りはもちろんサイン入りグッズや特別なものは何も当たりませんでした。残念。17日に期待です。今回もニッシーさんが来られてたので16時に近くの公園に集まって集合写真を撮ってもらいます。これ開演前に盛り上がるのでなかなかいいですよね。それでいよいよ会場待ちで並びますが、今回のチケットは390番と良くも悪くもない感じでした。並んでたら海外の今回が初お給仕だというご夫婦に
今何番呼ばれてるみたいに聞かれまして、その方は230番台でしたので、拙い英語で番号を教えてあげたりしながら待ちました。それでいよいよ私の番号も呼ばれて会場に入ると、10列と少しくらいは待っている感じで、段があって少し高くなっている後方や側面も結構待ってました。どこに陣取ろうかと少し迷いましたが、さいちゃん前の13列目くらいをキープしました。途中の柵から3列目くらいです。お嬢様エリアはミサさん側でしたね。それで会場に流れている BGM はなんと安室ちゃんでした。なるほどです。もうここからさいちゃんプロデュースが始まっているということですね。それで帝国ほぼぴったりの18時に BGM が止んで大歓声が上がります。会場の全力の手拍子の中、 SE が始まってバーメさんたちが入場してきます。今年最初のお給仕です。大歓声が響き渡ります。リキッドルームはステージが低くて、私の位置からはメイドさんたちの胸から上くらいしか見えず、あーちゃんは頭しか見えない状況でしたので、今回は音を楽しみながら弾けようと思いました。大歓声と手拍子の中 SE が止んで、一瞬の沈黙に続いて1曲目に聞こえてきたイントロはなんとパズルです。もうこのパズル始まりはいきなりビビりましたし、思いっきりテンション上がりました。一昨年2023年10月の秋田以来、私的には2023年7月の新潟ロッツ以来です。私的トップ10に入り続けている曲ですし、さえちゃんも好きなんだなと思うとなんか嬉しい気持ちになりました。なんとか見えたミサさんのベースは黄色いやつで、ミンチョはシグネチャーモデルでした。といってもミンチョのギターを確認できたのはだいぶ後でしたが、会場は思いっきりのチャントと手拍子で盛り上がります。私も最初からヘドバンしながら楽しみました。ミンチョのギターソロ前のところは思いっきり歓声上がってましたし、会場はいきなり興奮マックスとなって、最後のラスサビに向けての盛り上がるところ、あーちゃんのバスドラ、ミサさんのかっこいいベースライン、ミンチョのたまらないリフ、小鳩さんのコーラス、さえちゃんの力強い歌声が響いて、最高に盛り上がって曲終わりまで突っ走れます。会場は大歓声と大拍手でいきなり興奮状態になっています。パズルの衝撃でざわめく会場に小鳩さんの強烈なシャウトが響き渡ります。2曲目はトワエモアでした。会場はもう思いっきり温まってますので、全力でのおー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 のシンガロングです。当然この曲もヘドバンしてしまいます。会場はみんな小気味よく踊りながら楽しみます。ミンチョの不協和音的なギターがしびれますし、リサさんのベースは攻撃的です。サイちゃんも気持ちよく歌ってますし、ラッサビのあーちゃんのドラムはもう最高です。最後はまた会場全力のシンガロングとともに終わって、大歓声と拍手で曲終わりとなります。3曲目はさえちゃんのボーカルから始まりました。コラリウムです。さえちゃんプロデュース味が溢れてきます。やっぱりさえちゃんといえばコラリウムが頭に浮かびます。この曲も私的トップ10に入り続けている曲ですし、去年2024年5月10日のメイドの日、デップ羽田以来ということもあって最高に盛り上がります。なんといってもさえちゃんの最初のボーカルの後のイントロが大好きですし、小鳩さんのバックボーカルがたまらなく好きです。B メロのあーちゃんの重厚なドラムはしびれますし、サビのメロディーは最高です。C メロのミサさんのベースラインも味わい深いですし、その後のミンチョのギターソロとミサさんのベースラインの融合がもうたまりません。最後の落ちサビからラスサビでのさえちゃんと小鳩さんのボーカルは完璧です。曲終わりでの大歓声の中、また小鳩さんの強烈なシャウトです。4曲目はホワイホワイホワイです。この曲も去年のメイドの日以来です。みんながステージの前に出てきて演奏してくれます。これ盛り上がるんですよね。さえちゃんって小鳩さんのシャウト好きなのかなと思ってしまいました。私も大好きなので嬉しい限りです。会場もちゃんととシンガロングで盛り上がります。このホワイホワイホワイはバンドメイドの中でも渋い曲というか、ものすごく実力を感じられる曲だと思っています。最後の小鳩さんのシャウトにしびれて曲終わりです。ここで MC かと思ったら、なんと続けての2曲目が全です。きたーとなりました。やっぱりさえちゃんやってくれました。最高です。会場の手を挙げたりちゃんとしたり手拍子したりがすでにバッチリやっていて、ご主人様お嬢様の実力というか一体感を感じました。この曲はやっぱりミンチョのギターソロなわけですが、初めて見て聴くギターソロは最高でしたが、私的にはミサさんのベースがたまらなく好きな曲ですし、あーちゃんのドラムフィルも大好きです。もちろんさえちゃんのボーカルも小鳩さんのコーラスが最高なんですけどね。イントの感想、アウトロの時の会場はウーフーのシンガロング派とおいおいのちゃんと派に分かれてましたね。私はちゃんと派でした。いやいや、こんなにすぐに全を見て聴けて幸せな気分になりました。さえちゃんありがとうって思いましたね。曲終わりで会場からも最高の歓声が上がります。ここで最初の MC となります。会場の誰かがあけおめーって叫んだので笑いが起きてました。そ
それで改めて小畑さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽー明けましておめでとうございますっぽーで会場は大歓声となります。続けて2025年初のお給仕ですっぽーでまたまた大歓声となります。小畑さんが言うにはこの恵比寿リキッドルームは7年半ぶりということでした。それでさいちゃんプロデュースの番外編ということで小畑さんがさいちゃんに一言お願いしますっぽーって振ったらさいちゃんがこの日が来たなーって叫んで会場は大歓声に包まれます。で続けてさいちゃんが今日は私がやりたい放題やるとかすでにやばいだろうとか私の好みたちとか言って会場が盛り上がっている時に会場からもっとかかってこいやーって叫びが上がった時にすかさずさいちゃんがお前らがかかってこいやーって返して会場は歓声と笑いに包まれます。さすがさいちゃん拾ってくれますね。それでなんといっても前をやったということですよねということでアニメ全集の話題になります。昨日が5話だったということで会場に見た人って聞かれて私も含め当然かなりの手が上がってさえちゃんがすごい面白いよねマッパ様ってすげえよなとか言ってました。で小畑さんの全もかっこいいっぽねでまた会場から歓声が上がっていつもの感じで小畑さんの今日は佐伯先生の好みが詰まったお給仕になっておりますが皆様最高の夜にする準備はできてますかっぽーで会場からイエーって歓声が上がるのですがそんなんじゃさいちゃんに勝てないっぽ最高の夜にする準備はできてますかっぽーって盛り上げようとしたところを思いっきり噛んでしまったのでさいちゃんからダメ出しが入ってブーとか言い出したので小畑さんがブーはやめなさいっぽーとか言ってました。でも会場は悪乗りして笑いとブーイングが起こるといういつもの小畑いじりみたいな感じになります。でも小畑さんはなんとか持ち直して改めて最高の夜にする準備はできてますかっぽーようこそバンドメイドのお給仕へで次セクションに入ります。 MC 明けの6曲目はレターズトゥーユーでした。後でさえちゃんが MC で言ってましたがお前らがかかってこいやーとか言ってましたが実はこのセクションはミドルテンポセクションでした。美しいメロディーに会場は手拍子で応えます。この曲もさえちゃん作詞ということもあってさえちゃんらしい曲と感じます。MC 明けですが会場には爽やかな風が吹く感じになります。最初のセクションで汗だくになった私にはものすごくありがたい選曲でした。あーちゃんは相変わらず頭しか見えませんでしたがドラムの響きがすごかったです。やっぱり生で聴くあーちゃんのドラムは最高です。ミンチョのギターもミサさんのベースもめちゃくちゃエモくて本当に綺麗な曲です。このエモい雰囲気のまま7曲目としてしっとり始まったのがザ・ワンでした。ステージの照明がスポットライトで会場は真っ暗な感じでエモさを演出してくれています。確かここでミサさんがベースをシグネチャーモデルに持ち替えていたと思います。A メロからのアーチャーのタムフレーズがすごく気持ちいいです。それで B メロでブレイクした感じになってサビに入る展開はたまりません。2メロではミサさんのベースラインがズンズン腹に響いてきますし確かラスサビ前にミンチョが前に出てきてくれてあのエモエモなギターフレーズを弾いてくれてやっとミンチョを拝めた感じになりました。それで確かこの辺りで照明が少し明るくなってその壮大な曲を盛り上げてました。でもやっぱり最後のミンチョのギターフレーズはしびれます。たまりません。曲終わりで小松さんがアコギに持ち替えてました。それで始まった8曲目はアネモネでした。ステージのバックの照明がオレンジ色になってアネモネらしい雰囲気を演出してます。それでとにかくミサさんのベースの響きがすごかったです。アネモネのミサさんのベースは本当に大好きなのでもう耳が幸せっていう感じでした。小畑さんのアコギも素晴らしいですしミンチのギターもエモさ爆発です。それで後半のアーチャーの盛り上げていくドラムは何回見て聴いてもしびれます。でもなんといってもしっとり歌うさえちゃんのボーカルが本当に至高です。曲終わりで絶対会場のみんなの目がキラキラしているだろうなと思える中続いての9曲目はデイドリーミングでした。さえちゃんのボーカルから始まるノーマルバージョンです。でも少し BPM がほんの少し遅かったように感じました。気のせいかもですが当然ですが小本さんはフラッピービジョンに素早く持ち替えてましたね。このセクションは何なんですか。エモい曲がこれでもかと続きます。もう会場は完全に目がハート状態になってゆっくりと揺れている感じになっていました。サビではみんな手のひらを広げて手を挙げるのがいい感じです。2メロからのアーチャーのタムフレーズとミントの速いアルペジオ的なリフは私的大好物です。それで大好きなミンチョのギターソロに聴き入ります。ソロ後の小畑さんの Daydreaming Dream of You は会場のシンガーロングが大声で響いてましたね。私も頑張りました。それでラスサビでみんな手を挙げて最後のさえちゃんのボーカルに響いて曲終わりとなります。
こでまた小本さんがアコギに持ち替えます。10曲目はページでした。まだエモいのが残ってました。会場からもおーおーおーの大合唱で答えます。この大合唱にさえちゃんが嬉しそうに微笑んでくれていたように思います。私的にはお給仕で聴くとなぜか涙が出てきてしまう曲です。リサさんのベースラインがたまりませんし、ミンチョのリフとかソロが本当にエモいです。途中でなんかさえちゃんが歌詞ミスったような気がしましたが、多分気のせいかと思います。ミスったのならご褒美ですけどね。5割でさえちゃんの可愛いありがとうがもらいました。続けての11曲目はなんとオークワードです。ミンチョの綺麗なリフで始まりました。まだエモいのありました。しかもものすごくエモい曲です。相変わらず頭しか見えないあーちゃんのバスドラの変則的なリズムが心地よいです。ものすごくしっとりした曲なのに、後半であーちゃんのドラムがリズミカルになるところと、ドラムフィルで盛り上げていって、激しいミンチョのギターソロにつなげるところは最高です。それでミンチョの最後のギターがエモすぎです。もう完全に私も会場も体がふにゃふにゃになった感じがしました。ものすごく気持ちいい感じです。大歓声と拍手の中、ここで2回目の MC となります。伝説的と言ってもいい MC というか、MC からの一連の流れの始まりです。ここからものすごいことが行われます。まずさえちゃんの皆様ありがとうございますで会場が沸いた後、続けてさえちゃんのいかがかなで当然会場は大歓声で答えます。本当にここまでで最高の気分になってましたからね。それでさえちゃんが MC でいけんのかとか言って始めたのに静かな感じみたいに言って会場から笑いが起きます。確かにです。でさえちゃんが私はこういう曲が好きなんだって教えてくれます。当然ロックもいいんだけどとかも言ってましたね。確かにさえちゃんってミドル好きとかどこかで言ってたような気がします。それでさえちゃんが会場に会場中の BGM 聞いたって聞いてきて、会場中から安室ちゃんって声が上がってさえちゃんは満面の笑みになってました。それで安室ちゃんを好きなの誰だって誰もがわかることを聞いてきたので、会場中からさえちゃんって声が上がります。でさえちゃんは始まるまでにテンション上がっちゃってとか BGM までプロデュースしちゃったとか言って嬉しそうでしたね。ちなみにミンチョはドラムの椅子に座ってあーちゃんと並んで休んでました。それでさえちゃんがここまでどうですか、新旧織り交ぜてやったよみたいに言った時に、確かまた小畑さんがなんか噛んでたと思います。小畑さんが噛むの可愛いんですよね。で会場から懐かしくてよかったみたいな声が上がって、さえちゃんがならよかったねみたいに拾ってくれてました。それでパズルやったという話になって、初めて聞いた人いるっぽーって小畑さんが会場に聞いたら結構手が上がって、いるっぽねーって喜んでましたね。それでさえちゃんが音源はポリープがある頃だったみたいに教えてくれて、お給仕では全然違う声になってるって言ってましたね。喉が大変で2時間しかレコーディングできないみたいなこともあったとか言ってたと思います。確かこの辺りであーちゃんがステージからはけてたと思います。それでグッズの話になりました。まずはスピンオフのロンティーの話でチェックしてくれたとか確認してました。私も買いましたし、当然会場のかなりの方が買っていたはずなので、買ったよーみたいな歓声が上がります。でさえちゃんがあの絵で持ってるものなんだとか聞いてきます。当然みんな分かっているのでメガホンって声が上がります。さえちゃんはよく分かったねとか感心してましたが、続けて色はとか聞いてきたので、会場から阪神メガホンって声が上がったので、ダメダメ私が好きな球団の色って大人の事情の言い方を教えてくれました。あとその黄色とさえちゃんがつけているバラの青が使われているって言ってましたね。次はキャップの話になって、刺繍がステッチになっていて良くなっているとのことでした。あともう一つの T シャツの話で、さえちゃんがバンドメイド大学 T シャツとか言い出します。小畑さんがあれってそうだったんですかポーって笑いながら聞いたら、さえちゃんがユニバーシティ的なみたいに言って会場から笑いが起きます。小畑さんが新しいシリーズでバンドメイド大学シリーズができるんですっぽねとか冗談言ってました。で最後に小畑さんが上りの件を話してくれます。あの上りに書いてある字は小畑さんの直筆だとのことです。めっちゃうまいですよね。で当たった人って会場に聞いたら、上手前方の方とか後方の方とかが手を挙げていて、前方の方は東京駅で新幹線降りるところのさえちゃんを見かけて声をかけたら手を振ってもらえたらしいです。羨ましすぎですね。やっぱりこういうのって強運の持ち主に集まるんですね。前回の提灯も同じ人が出ましたしね。それでその手を振ってもらえたという話を聞いて、ミンチョがいいなーとか言い出すので、さえちゃんが今合ってるじゃんみたいになります。いやミンチョさすがにいい味出してくれます。でさえちゃんが2025年もこの調子でいきますよって言ってきて、小畑さんが年々落差が増してるっぽーとか言ってましたね。
確か以前のお給仕で落差って表現はまずいので緩急って言い直してたと思うのですが、もう落差でいいみたいですね。あとなんかミサさんの声が聞こえないみたいな話になって、そこから年始だからみんな挨拶しようとなって、まずミンチョがいつもの調子で、ギターのかなみです、今年も楽しくみんなでハッピーに過ごしたいのでよろしくお願いしますみたいに挨拶してくれて、会場から歓声が上がります。続けてあーちゃんがドラムのあかねですって普通に言ったので、会場からはあれとか声が上がりますが、なぜか続けてあーちゃんがベースのミサですみたいに言ったので、なんであーちゃんが言うのみたいになって、一心同体だからねみたいになってました。それでミサさんがてへとかやったので、久保田さんがミサがてへってやったの初めて見たっぽーとか言ってました。で、見えにくいということであーちゃんとミサさんが真ん中に出されてきて喋るのですが、今頃になって緊張してきたみたいなことを言っていたと思います。今みたいになってましたが、なんか他のみんなも2ヶ月ぶりということでお給仕前に緊張していたらしいです。それでいつもは気合抜きをするところを今回は気合入れをしたらしいです。あえて説明はしませんが、気合抜きはお名手様ならわかりますよね。それでなんとその模様を再現してくれます。ステージでみんなが輪になって準備しようとするのですが、あーちゃんが後ろ向きになってお尻向けるのやだみたいにわちゃわちゃしだします。このわちゃわちゃ感は晩目さんの MC あるあるですね。で、なんとか配置について小畑さんの行くぞーにみんながえいえいよーって答えるのをやってくれたのですが、小畑さんの行くぞーがめちゃくちゃのぶとい声で、メンバーも会場も私もめちゃくちゃびっくりです。なんでものぶとくってリクエストされてたみたいです。小畑さんはちょっと恥ずかしそうにしてました。それで小畑さんが12年目にして気合い入れっていうのを初めてやったっぽーとか言ってましたので、実はものすごく貴重なものを見れたということですね。いやいや本当に帰宅できてラッキーでした。でもさらにものすごいことがこの後起こります。さいちゃんがインタビューで小畑に無茶ぶりするって言ってたじゃんみたいなことを言い出します。で、本当にやるよみたいに言って小畑さんが今っぽーみたいに本当にびっくりしてました。それでさいちゃんが小畑さんを真ん中のお立ち台に立たせます。会場は何が始まるんだろうって感じでざわざわしてると、さいちゃんのミュージックスタートの掛け声とともにクルッポのピース&ラブのイントロが流れてきます。なんと生でクルッポのピース&ラブをやるということみたいです。小畑さんが生でピース&ラブを歌って踊ってます。こんなの見て聴けるってもう会場は大興奮ですし、他のメンバーも満面の笑みで乗ってます。って思ったらいきなり小畑さんの横にワルッポ T シャツを着たあーちゃんが出てきて、一緒に完璧なダンスを踊り始めます。しかも後であーちゃんの手作りと判明するのですが、ハート型のクルッポ押しうちわも持ってます。当然クルッポもめちゃくちゃ可愛かったのですが、横で踊るあーちゃんがめちゃくちゃ可愛かったです。しかしいきなりでもちゃんと歌えるっていうのもすごかったです。さすがにワンコーラスで終わって会場から割れんばかりの大歓声が上がります。小畑さんは動揺してましたね。で、さいちゃんが会場にみんなクルッポ知ってるとか聞いてくるので、当然会場は大歓声で答えます。で、小畑さんが逆に知らない人いるっぽみたいに聞いたら、何人か手が上がっているっぽみたいになります。で、さいちゃんにちゃんと説明してみたいに言われて、小畑さんがクルッポの説明をしてくれます。いやいやすごいもん見れたなと思っていたら、なんとこれで終わりではありませんでした。さいちゃんがもう一曲聴きたいって言って、フラッピングウィングスのイントロが流れてきます。まさかのクルッポ2曲目です。小畑さんの萌え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 聞けました。これはさらに貴重ですよね。これも歌えるって本当に小畑さんすごいなと思いました。これは絶対本当に無茶ぶりで事前に聞かされてない感じでしたから。当然これもワンコーラスで終わりましたが、さえちゃんが本当に嬉しそうによかったライブやるとか言い出します。本当にやってほしいですよね。っていうか本当にさえちゃんナイス無茶ぶりです。さらにさえちゃんがバンドメイドツアーの間にやって 2days とかでやろうとか言い出します。で、小畑さんがみんなはいないっぽとか聞くので、さえちゃんは当然いないよ、私たちはちゃんと休まないといけないからとかボケてくれます。で、小畑さんがカラオケでやるっぽとか乗ってくるので、さえちゃんが別に自費で呼んだらいいじゃんとか言っていつもの漫才みたいな感じになります。でもクルッポの大ファンのあーちゃんが私 TO なんで参加しますみたいに満面の笑みで言ってきます。 TO って何かなと思ってたらトップオータのことみたいでした。で、小畑さんがメンバー内に TO いるのって複雑な気分だっぽみたいなこと言ってたと思います。それでかなみちゃんはさえちゃんの TO っぽねみたいにミンチョに振ったら、ミンチョがものすごく真面目な顔でものすごくはっきりと TO ですって言って会場は爆笑となります。あと確か有観客では初めてだよねみたいにさえちゃんが言って、小畑さんもそうかもっぽーみたいになって会場は大歓声になってました。
ということで、この超貴重なクルッポコーナーは終わります。さえちゃんと小畑さんに感謝です。それでさえちゃんが、じゃあ小畑さんいつものお願いしますみたいに安定の雑な振りが入っておまじないタイムになります。さすがに小畑さんは切り替えられなくて、ここからみたいに戸惑ってましたが、さえちゃんがここまでみんな声出してたから準備バッチリだよみたいに言って会場からの歓声も上がって場が整います。それで小畑さんが小畑のおまじないタイムって叫ぶのですが、なんと後ろで演奏が鳴り響きます。タイムのイントロです。さえちゃんまだサプライズを入れてきます。小畑さんは戸惑いながらもタイムを歌い始めます。会場も手拍子とシンガロングでノリノリになります。まあこれもワンコーラスで終わりましたが、さえちゃんから1番歌ってもらっていいっすかみたいに突っ込まれます。さすがに小畑さんも動揺して2番を歌ってしまっていたようです。さえちゃんは完全にいたずらっ子のような感じになって嬉しそうにすごいとか言ってましたね。で、おまじないタイムを再開しようとするのですが、心が切り替えられない一方みたいになってたので、会場から頑張れとかの声援が上がります。で、なんとかおまじないタイムって叫んで始めようとするのですが、ミンチョがギターをギューンって鳴らしたので、小畑さんがまた何か来るのかとビビります。でもなんとか続けられて、小畑がもえもえと言ったらのくだりに入れました。で、もえもえキュンキュンってやった時の会場からの返しがめちゃくちゃ大声で出てたので、小畑さんは本当にいつもより声出てるっぽーみたいに感心してましたね。それでもえもえキュンキュンに続けて、バーンメイとか2025とかヘビ年とかバンドメイド年とかやるのですが、その後今年もで会場から今年もって返してバンドメイドとでまた返すという最近たまにある会話みたいな感じになって、何が来るのかと思っていたら世界征服でした。それでまたバーンメイとかバンメイバンメイとかバンメイバンメイバンメイみたいにやって、最後はバーンメイでズキュンバキュンドキュンでバオの代わりに多分ヘビ年だからのニョロニョロで萌え萌えキュンじゃんで、本当に伝説的と言ってもいいでしょう。最高な MC が終わりました。 MC 明けはあんなにはしゃいでいたさえちゃんがはけて4人だけになってます。そこにあのイントロが流れてきます。後半戦最初となる12曲目は From Now On でした。結構久しぶりで、去年2023年7月の神奈川県民ホール以来です。シグネチャーモデルの PRS で奏でられるミンチョのリフは少し新鮮に感じました。しかしこの落差はすごいです。おまじないタイムの後にこのめちゃくちゃかっこいいインスト曲です。ミサさんは黄色のベースに持ち替えてまして、前に出てきてソロっぽいところを弾いてくれたところで会場から歓声が上がります。ミサさんはこの後も結構ベースを持ち替えてましたが、ミンチョは最後までシグネチャーモデルだったと思います。それで小畑さんも前に出てきて、最後はミンチョも前に出てきてくれて圧巻の演奏を見せてくれます。やっぱり From Now On はかっこいいですよね。相変わらずあーちゃんは頭しか見えませんでしたが、めちゃくちゃ激しくてかっこいいドラムも堪能できました。曲終わりで大歓声と拍手が沸き起こる中、そのままインスト曲が続きます。最初何が始まったのか一瞬だけわからなかったのですが、なんと13曲目が Without Holding Back です。私的にはお給仕で聴けるのは初めてですし、多分お給仕ではほぼやってないですよね。私的にはこれでアンシンワールドの曲を全てお給仕で見て聴けたことになります。感無量です。会場も驚きと嬉しさで大盛り上がりでチャンプや歓声が上がってました。インスト曲でこの Without Holding Back が一番好きという人も結構多いように聞いてますので、嬉しがってるご主人様お嬢様も多いだろうなと思ってました。ミンチョのタッピングもかっこいいですし、ミサさんのベースラインも小畑さんのリズムギターも軽やかな感じで、アーチャンドラムも変則的な感じで、私もものすごく好きな曲です。後半のちょっとアラビアンな感じになるとこもめちゃくちゃ好きですし、なんか小畑さんのギターを弾く姿がめちゃくちゃかっこよかったです。最高でした。曲終わりで会場は興奮に包まれて大歓声が上がります。私は見えなかったのですが、どうやらこの時にサエちゃんがミンチの前くらいかでステージを観客のように見ていたみたいです。これもインタビューで言っていたやつですよね。本当にやりたいことやってるって感じです。それもあってか、なんかミンチョがおかしな感じになってました。それでミンチョが突然多分ビールを思いっきり飲み始めます。ビールを飲み干して盛り上がっていけますかみたいにのぶとい声で叫んだのでびっくりです。ミンチョ覚醒です。今回のお給仕はどんだけ見どころ用意してるんだと思いましたね。それでここで次は小鳩曲かなとか思ってたら、なんと14曲目は Get to the Top です。インスト曲3連発です。確かにさえちゃんがそんなこと言っていたように思います。インスト曲3曲はレアですし、すごい嬉しいです。
3人ともステージの前に出てきてギターをかき鳴らしてくれます。それでミンチョが真ん中のお立ち台に乗ってソロ的なフレーズを弾くところでは会場も大歓声となります。もうミンチョは覚醒してますし、ミサさんも楽しそうにベース弾いてますし、相変わらずコートさんもかっこいいですし、やっぱり頭しか見えないアーチャーのドラムも最高です。曲終わりでものすごい歓声が上がってました。ここでとんでもない展開が来ます。サエちゃんがステージに戻ってきて、ギターがジャーンって鳴らされる中で、みんなあれやっちゃっていいかなーって叫んできます。あれってなんだろうと一瞬思ったのですが、ひょっとして新年会だったかで言っていたあれかと思っているところに、リアル・エグジスタンスのかっこいいイントロが流れてきて、そのままサイちゃんが歌い出します。会場はちゃんとで盛り上がります。1サビ終わりでなんか演奏が切り替わって、アフターライフのイントロになります。そうです、メドレーです。本当にやってくれました。まさかまさかです。会場も気づいてざわつきます。イントロでちゃんとしますが、そのまま A メロに行くのではなくて、ラッサビから一番のクライマックスとなる小畑さんのシャウトのところをやってくれます。すごいメドレー演出です。それで続けてはアローンです。ミンチョのギターリフからおー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 叫べたのでサビをやってくれたと思います。それで次は何かと思ったらフリーダムのギターソロが始まりました。ソロに続けてのラッサビぐらいまでやってくれたと思います。会場思いっきりちゃんとしてたはずなのでそうだと思います。続けてはアーチャーのドラムフィルとミサさんのベースソロからのミンチのギターソロダイスです。ソロから続けて C メロからラッサビまでやってくれたので思いっきり手拍子とシンガロングもできましたし、多分アウトロまでやってくれたと思います。続けてはなんとI Can Live Without You です。確かサビからラッサビアウトロくらいまでやってくれたと思います。I Can はめちゃくちゃ好きな曲なので嬉しかったですね。サイちゃんのハイトーンのボーカルを堪能できました。続けてがまたなんとの You です。会場も思いっきりおーの声出てました。 You やってくれるなんてすごい貴重ですし、私も思いっきりシンガロングしました。続けては特徴的なイントロが流れてきます。ザ・ノンフィクションデイズです。何なんですかこの最高の選曲のメドレーは。確かこの曲もサビからアウトロをやってくれたと思います。サビの時思いっきりおいおいのちゃんとやりましたんでそうだと思います。アウトロ終わりでラン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 ってサイちゃんと小畑さんが歌い出します。マナーズです。これも確かラッサビあたりをやってくれたと思います。って小畑さんと一緒にシンガロング何回かできました。このマナーズの曲終わりでついに演奏がやみました。メドレー終了です。9曲もやってくれたわけです。本当にすごかったです。いいとこ取りでこんなにたくさんの曲を見て聴けたという感動と、よくこんなの練習して演奏できるなという関心というか尊敬の念とが入り混じった感覚でした。なんというすごいものを見て聴けたんだろうと本当に放心状態になりました。メイドさんたちの奉仕の精神、しっかり受け取らせていただきました。なんかものすごく充実した気持ちいい感動に満たされた感じになりました。本当にすごいものを見て聴けました。さえちゃんありがとう、最高と思いましたね。興奮冷めやらない会場にさえちゃんのどうだお前らの雄たけびで最後の MC に入ります。どうだもこうだもないです。すごすぎます。当然会場は大歓声で答えます。心からの大歓声です。小畑さんもかなみ先生がかっこよかったっぽー的なことを言ってたと思います。それで改めてさえちゃんが番外編どうだって聞いてくるので、もう会場は大騒ぎみたいな感じになります。でさえちゃんがメドレーやっちゃったよ、初の試みだみたいに言ってくれます。みんな疲れたって言ってたと思いますが、そりゃ疲れますよね。確か頭使いすぎて疲れたみたいに言っていたと思いますが、このメドレーは頭も体も絶対疲れるはずですよね。本当に尊敬します。さすがに疲れすぎたのか、ミンチョが少しステージからいなくなっていたと思います。で、小畑さんがインスト3曲も大変だったっぽーみたいに言ったら、さえちゃんが私の無茶ぶりに答えてくれてありがとうみたいに答えて、会場はまた大歓声です。あと、小畑への無茶ぶりからずっとだもんねみたいなことも言っていたと思います。確かにクルッポ2曲からタイム、おまじないタイム、インスト3曲、メドレーと続いたわけなので、本当にすごいです。それで確かあーちゃんが今年一番頭使ったとか言ったら、さえちゃんがまだ2月だから大丈夫だみたいに突っ込まれてましたね。確かに今年一番ってまだ今年最初ですもんね。あーちゃんらしいボケです。ミサさんは腕が疲れたって言ってたと思います。さえちゃんが終わってからポストするのやめてね、次もやるからねって言ってきます。会場も当然そうだよねって感じで、はーいみたいに答えてました。実際みんなのポストも内容にほぼ触れてませんでしたし、私もこのレポートの公開を遅らせることにしました。でも海外勢には通じてなかったようで、瀬戸りが上がってしまってましたね。まあ仕方ないか。そ
それで帰宅してない人にはよくわからなかったであろうなんか生ぬるいなのくだりがここからになります。まずその前にさえちゃんがクルッポも聴けて満足だったし、インスト3曲も嬉しかったなとか言って、その時にステージの前で見てたことも教えてくれました。小畑さんは気づいてなかったみたいですが、ミンチョとは目が合ってたらしいです。で、あーちゃんがかなみが生ぬるいなとか言ってたって教えてくれて、さえちゃんがビールが生ぬるかったの？それともオーディエンスの方たちのノリが生ぬるかったの？みたいにミンチョに聞いてきます。するとなぜかミンチョが恥ずかしいのか、もうやめてみたいになります。それでも小畑さんがどっちっぽとか問いただしたら、ミンチョがもう終わり、恥ずかしいからやめて、さえちゃんが盛り上げてって言ったからみたいに言って、会場は笑いと歓声に包まれます。でもさえちゃんがまだで生ぬるいのはどっちなのみたいに聞くので、ミンチョがもう泣きそうな感じでわかんないみたいになって、最後はさえちゃんがじゃあお前らっていうことにしとこうって叫んで、会場は爆笑と大歓声で盛り上がります。それであーちゃんが調子に乗ってふざけた感じで、なんか生ぬるいって繰り返して言ってました。それをさえちゃんが受けて、なんか生ぬるいなが名言みたいになったねみたいに言ったら、ミンチョが使っていいよとか言ったので、小畑さんがハッシュタグなんか生ぬるいなでつぶやこっぽーみたいなことを言ったというくだりでした。帰宅してない人はなんだかわからないっぽねとかも言っていたと思います。まあ実際その通りになってますね。で、楽しいねみたいな感じになって、あーちゃんが打ち上げやろうとか、さえちゃんがすごい楽しかったからもう帰ろうかなみたいに言ったので、小畑さんが慌ててまだあるっぽーみたいに止めます。確かにもう美味しいもの食べ過ぎてお腹いっぱいな感じです。でもまだまだ食べられるんですけどね。それで小畑さんがこのリキッドルームは初めてのワンマンツアーのファイナルで 2days の会場だったということを教えてくれます。で、小畑さんが2017年のその時に帰宅した人いるっぽーみたいに会場に聞いたら、結構手が上がってまして、結構いるっぽーみたいに驚いてましたね。で、確かさえちゃんがメドレーにその時の曲入れたんだよ、褒めてみたいなことを言ったので、会場からすごいとかの大歓声が上がってました。で、あと小畑さんがさえちゃんの誕生日もすぐっぽねみたいなことを言ったので、会場からおめでとうの歓声が上がる場面もあったと思います。で、なぜかさえちゃんが2月生まれの人みたいに会場に聞いてきて、まあ当然結構手が上がって、さえちゃんがみんな私の仲間だみたいに言ってくれて、会場から笑いと歓声が起きます。で、なんかさえちゃんが会場と話してるみたいになってたので、小畑さんからお給仕の時間終わっちゃうっぽーみたいに注意されて、じゃあやろっかみたいな感じになって、この伝説的な流れからの MC は終わりました。それで最後にさえちゃんのいけるか2月生まれ、いけんのか全員、ラストスパート行くぞーの雄たけびで会場から大歓声が上がる中、最終セクションに入ります。ラストスパート最初となる24曲目はシークレットマイリップスでした。なんとなくですが、さえちゃん好きそうな曲と思いましたね。シークレットマイリップスも久しぶりです。去年2月の ZEP 横浜以来です。それで確かステージのバックの照明が紫色になっていて、シークレットマイリップスらしい感じがしました。なんか私的にはこの曲は紫のイメージがあるんですよね。ちなみにアネモネはオレンジ色のイメージです。曲が始まってイントロでのチャントと B メロでの手拍子が気持ちよかったです。しかしこの曲はやっぱりミンチョもミサさんもあーちゃんも自由な感じで演奏しているのにまとまっているというタイプの曲ですね。会場で踊りながら見て聴いていると本当に気持ちいい感じになります。それでやっぱりなんといっても C メロからラッサビと盛り上がって最後の B メロの小畑さんとさえちゃんのコーラスが最高です。いつもは小畑さんの歌声より立つのですが、今回はさえちゃん前ということもあってかさえちゃんの歌声がよく聞こえました。曲終わりでの大歓声の中、25曲目に始まったイントロはヘイトでした。なるほどのさえちゃんプロデュースですね。みんなステージ前に出てきて演奏してくれるのでめちゃくちゃ盛り上がります。会場からは思いっきりのチャントです。2メロに入ったら手拍子で盛り上がって、2サビ終わりでさえちゃんの I don't care if you die out からミサさんが前に出てきてスポットを浴びながらのベースソロです。そこにミンチョが寄ってきてギターソロも始まります。久々のノーマルパターンのソロパートでしたね。ラッサビ前の小畑さんのシャウトも堪能して、ラッサビからアウトロでシンガロングしてステージも会場も盛り上がったまま曲終わりで大歓声となります。続けての26曲目はシャンブルズです。ミンチョの攻撃的なリフのイントロに会場も思いっきりちゃんとで応えます。でも確かにこの曲もさえちゃんの曲って感じがします。A メロ B メロで踊りながらさえちゃんのボーカルを楽しんで、サビではヘドバンしながら陶酔します。2メロのあーちゃんのドラムフィルム堪能しますが、シャンブルズを歌うさえちゃんってめちゃくちゃかっこいいんですよね。これは異論は認めないです。
それで C メロからラッサビ、アウトロというか人間万事採用が馬の B メロ的なこの曲の一番のクライマックスを楽しんで、最後のさえちゃんの歯はしっかりと見て聞けました。最高です。ここで次の27曲目として聞こえてきたイントロはノーゴッドでした。この最後半で思いっきりのジャンプ曲です。ギチギチの会場でちょっと横の人の足を踏んでしまったりしてしまいましたが、最後の力を振り絞ってイントロからジャンプしながらジャンプします。ルールルーも会場は思いっきり声出てましたし、サビでのシンガロングもうるさいくらいでした。やっぱりノーゴッドは楽しいです。最後のさえちゃんの We have got to win はいつもより力がこもっていたように感じました。アウトロで本当に最後に残った体力を使ってちゃんとしながらのジャンプで曲終わりとなります。最後の書き鳴らしの中、さえちゃんの次がラストだーの雄たけびです。この楽しすぎるお行事もついに終わってしまいます。最後はマギーかな、たまやかなと思っていたら、なんとさえちゃんプロデュースの鳥を飾る28曲目はフォービドンテールでした。意外な気もしましたが、そうか、確かにさえちゃんプロデュースならこれかっていう思いもあって、なんか関心というか感動を覚えました。瀬戸りに関心というか感動するってなかなか新鮮な感覚でした。フォービドンテールは何といってもお給仕で映えまくる曲ですので、もう会場も興奮しながらちゃんとしたり手拍子したりで本当に盛り上がってました。リサビアとの歓声上げるところも完璧でしたね。ここまでのこの素晴らしいお給仕をかみしめながら、この壮大な曲を心から堪能して楽しんで見て聴いて、最後のアウトロで思いっきりちゃんとして曲終わりの書き鳴らしの中、さえちゃんのバンドメイドでした、今年もよろしくな、みんなありがとうの叫びが上がります。吹き鳴らしが終わって最後の最後、小畑さんのそれではご主人様、お嬢様、またお会いしましょうぽ、バンドメイドでしたぽ、バイバイクルッポで、この伝説的なさえちゃんプロデュースの番外編お給仕は幕を閉じました。会場からはありがとうとか最高の声が飛び交います。いや、なんというものを見て聞けたんだろうという気持ちです。多分これまで私が帰宅したお給仕の中でも本当に最高のお給仕でした。本当にご主人様お嬢様を楽しませるために全力で、全力っていう言葉では表せないくらいの本当に全ての力と才能と奉仕の精神を総動員してお給仕してくれる本当の意味のメイドさんたちだと感動しました。さえちゃんプロデュースということで、これがさえちゃんのやりたかったことだろうと思いましたし、気持ちよさそうに歌ってましたし、さえちゃんらしさを感じられましたが、なんといってもさえちゃんのバンドメイド愛を感じました。クールな感じで振る舞ってるけど、本当にメンバーのことを、バンドメイドのことが好きなんだなと感じられました。さえちゃんのいつものポストは、どうだお前らよ、私プロデュース堪能してくれたかな、パンパンの会場最高だった、やりたい放題やってやったわ、どんな問題、2025年一発目楽しかった、ハッシュタグバンドメイドで感想待ってるからね、あ、でもあのことは言わないでね、内緒だよ、だって2月17日もあるからね、でしたね。本当に楽しくて最高のお給仕でした。いや、久しぶりのお給仕、2025年最初のお給仕、本当に楽しくて感動して、笑って泣いて最高のお給仕でした。2025年もメイドさんたちに期待して全然問題ないことが分かりました。今年も1年この素晴らしいメイドさんたち、バンドメイドを追いかけていきたい、ついていきたいと心の底から思いました。次は2週間後のリキッドルームの Day2 です。この動画が上がっている頃にはまたその感動に包まれていると思いますが、今回と全く同じ瀬戸り演出でも全く問題なく感動できて楽しめることが確定しています。本当にお召し様でよかったと思えるお給仕でした。さあ、また楽しい1年が始まりました。今年も思いっきり楽しんでいきましょう。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。